皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月14日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は162メートル30でした。おとといと比べると1メートル45センチの低下。まさに確変、マジモードに入りました。一方で、こんなに一気に下げるとなると、土砂崩れなどいろいろと弊害が出てくる可能性があります。これについては後ほど詳しく。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒6930立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒9280立方メートル。差分については毎秒2350立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの560、三峡ダムはマイナス160。長江の上流で雨が降ったこともあり、少し増水しているようです。長江の最上流、金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量はおとといの朝8時の時点で毎秒3320立方メートル。前回よりも放流を増やしているようです。一方、深夜0時、三峡ダムの放流量は毎秒15100立方メートル。単純に割り算すると 49% の発電状況で16基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べるとさらに増やしている模様。稼働しているすべてのタービンがマックスの 100% で動いているわけではないでしょうから、32基のうちの大半がすでに稼働しているかもしれません。三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認します。こちらは2月からおとといまでの流量の変化を示したもので、中国交通運輸部発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムを表しています。まずは最上流にある高架波ダムの方から。青のラインの放流量は、ここのところ上げたり下げたりを繰り返し、おとといの時点ではマックスに対して、だいたい 75% あたりの放流で運用中。発電という意味でも高いレベル。水色のラインの流入量もほぼ連動した動きをしていることがわかります。このことから、高架波ダム、そして一つ上流にある慶楽都ダムともに、放流量は高い水準で運用中と言えそうです。次に三峡ダムの状況について、ご覧の通り、オレンジのラインの流入量は減少傾向にあります。しばらくすると増加に転じるとは思いますが、上流で降った雨の分がまだ反映されていない模様。一方で、グレーのラインの放流量は爆増しています。ここ1ヶ月ほどは、流入量が減れば放流量も絞ってきたわけですが、直近では方針を変更した模様。だいたい毎秒7000から8000立方メートルの差があるため、三峡ダムの水位は急激に下がることとなっています。どうしてもっと前からこれをしなかったのか不思議でなりません。Nishi Yang Channel。 さて、本格的な洪水シーズンが始まる6月まで、あと2週間ほどとなりましたが、あちらの管制メディアから非常に興味深いニュースが流れてきましたので、皆さんに共有したいと思います。三峡ダムのある地元新聞、湖北日報が次のような記事を発信しています。残念ながら中国語はわからないので、Google 先生で翻訳しながらお伝えします。それによると、長江上流の貯水池システムは徐々に放水しており、三峡ダムは水位を約155メートルまで急速に低下させる予定だとのこと。詳細については次のように書かれています。長江水利委員会によると、同委員会は5月11日から三峡ダムの洪水前の水位低下作業を加速させている。水位は5月25日までに約155メートルまで低下する見込み。目標水位は5月25日以降、流域の実際の洪水、干ばつ状況と予測に基づいて決定される。
後出しじゃんけんが多いあちらさんですが、かなり具体的な数字が並んでいることから、5月25日までに必ず水位を下げるという自信があるのかもしれません。今日を含めて残り12日、水位差はざっくり7メートルほどですから、1日につき58センチほど下げていくことになります。冒頭お伝えした通り、2日前から 1.4 メートルも下がっており、1日につき70センチと、過去を振り返ってもあまり記憶にない下がり方をしています。このペースであれば、5月25日に155メートルという暫定目標はいけそうな気はしますが、実際はどうなることやら。ウィンディの予想によると、16日から18日にかけて、長江流域ではそこそこの雨が降ることになっており、増水の可能性があります。その後、月末までお天気は良くない模様。現在、ダムへの流入量が少ないため、ギャップはだいたい、毎秒7000から8000立方メートル程度あるものの、まとまった雨がひとたび降れば、その差は縮まる可能性があります。そうなると、今のペースで水位低下を維持するために、さらなる放流量アップを余儀なくされることになるでしょう。具体的な予定を発表することはほとんどないあちらの体制だけに、今回の記事は意外でした。2週間ほど放流量を大幅に増やす予定というお話をしてきましたが、急激な水位低下による副作用はないのでしょうか。三峡ダムは琵琶湖の 1.4 倍ほどの貯水量。1日60センチ近くもの水位の低下は、ダム湖側の急斜面地における地滑り、場合によっては土砂崩れの可能性すら出てきます。その状態で大雨が降るなんてことになれば、災害発生確率も高まることでしょう。このチャンネルでもご紹介しましたが、数年前には三峡ダムのすぐ上流で大規模な土砂崩れも報告されています。一度行ったからには、何が何でもやるとは思いますが、一連の水位の急激な低下は危険を伴うわけです。そして、当チャンネルが注目したのは、5月25日以降については、様子を見てまた決めるという文言。とりあえず、155メートルまで行ったとして、その後は145メートルに落とすとは明言していません。ニュアンス的に、どっちに転んでもいいようにしているとは考えられないでしょうか。あくまでも推測になりますが、5月末の状況によっては、今年はもう打ち止めとなりそうな気がしています。2010年以降、2022年あたりまで、毎年このような記事があちらの官製メディアから出されていました。予定通り、最低ラインまで水位を下げて、洪水に対応するための容量を確保しました。だから安全安心、三峡ダムは完全にコントロールされています、という内容のニュース。ひょっとすると、今年は去年同様、この記事を見ることはないのかもしれないですね。今後の動きに注目したいと思います。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の正午までの様子。中部と南部の広い範囲で雨が降っていた模様。梅雨が始まる前の時期には、毎年、この線で囲われた地域で、まとまった雨になる場合が多く見られます。台湾に近い福建省などでは、そこそこの雨量になっていたのではないかと思われます。次に、今後の予想を見てみます。明日あたりからダム周辺とその上流で、強い雨となる時間帯が出てきそうです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が29度、最低気温が20度で小雨の予報。週末にかけて、そこそこ強めの雨が降りそうな感じ。これを見ていると、兆候に沿った形で赤や黄色のマークが出てくるかもしれないですね。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国のエネルギー輸入、4月に急減、ホルムズ海峡封鎖が影響、ブルームバーグが伝えています。記事によると、中国のエネルギー輸入が4月に大きく落ち込んだ。ホルムズ海峡を通過する輸送がほぼ停止し、原油や天然ガスの重要な供給ルートが遮断された。中国の原油輸入は通常、約半分が中東から。液化天然ガス、LNG 輸入は3分の1程度が中東産。原油不足懸念が高まり、政府がディーゼル油やガソリンといった精製品を国内向けに優先する方針を取ったこともあり、4月の石油製品輸出は前年同月比 38% 減の312万トンと、約10年ぶりの低水準にとどまった。以上、中国のエネルギー輸入、4月に急減、ホルムズ海峡封鎖が影響についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。
中国のエネルギー輸入が急減したという報道ですが、中国経済にとってかなり重たい話になりつつあるようです。もともと中国は原油輸入の約半分を中東に依存し、LNG も3分の1程度が中東産と言われていますから、このルートが止まれば影響が大きいのは当然のこと。国の規模が大きいだけに、代替で調達といっても、そう簡単でないことは想像できるかと。中国国内でガソリン価格が相次いで値上がりし、深夜のガソリンスタンドに車が列を作る様子まで報じられていました。今回の件を見ると、あの騒動も単なる一時的な不安ではなく、実際に供給懸念が高まっていたことの表れだったのかもしれません。さらに、石油製品の輸出を大幅に減らしている点も興味深いところ。つまり、外に売る余裕より、まず国内を安定させたいという判断なのでしょう。巨大な経済と軍事力を維持するには、膨大なエネルギーが必要なだけに、その供給が揺らぐことは厳しいようです。もちろん、日本も中東依存の高い国ですから、他人事ではありません。ただ、あちらの場合は景気低迷や不動産問題も抱えている中でのエネルギー不安ですから、物流や個人の消費への影響がじわじわ広がっているかもしれませんね。トランプ大統領の訪中でどうなるか、あまり期待はしていませんが。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝7時までの6時間のレーダーの実績。画面左下、福建省から台湾あたりにがっつり雨雲がかかっており、先島諸島の方でも雨になっている模様。一方、日本列島に目立った雨雲は見られません。全国のライブカメラを見ていると、晴れているところが多いですね。昨日は各地でにわか雨や雷雨があり、雹が降ったところもあるようです。ニュースによると、今日も午後を中心に、大気の状態が不安定になるところがあるとのことで注意が必要です。三峡ダムは4兆円とも言われる巨額を投じて、長江の中ほどに建設された国家プロジェクトです。このダムには洪水調節や水力発電、そして集運という3つの主な役割があります。ここ数年、長江流域では干ばつとなり、降水量が少なくなっていました。そのため洪水に対応する機会は減り、水力発電としての役割も十分発揮しているとは言えません。一方で、ダム湖に砂が溜まっていく大佐問題や、魚など生態系への影響、水質汚染などの環境破壊や気候変動の主な要因、コンクリートの品質問題、そしてゴミ流入など問題だらけです。あちらの官製メディアはこのダムの良い点ばかりを誇張します。当局は水力発電、船の運航、洪水対策の観点から最適な水位で調整し、安心安全であると宣伝していますが、いつも疑いの目でこのダムを監視しています。ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたらグッドボタンを、ああも一つやなと思われましたらバッドボタンをお願いします。 YouTube の仕組み的にグッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますがどちらでも結構ですので一手間いただけると幸いです。引き続き最新情報をお伝えしていきますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。